はい、皆様こんばんは。本日はコレクティブアジアにご参加くださいましてありがとうございます。私は本日モデレーターを務めさせていただきます、臼井千鶴と申します。よろしくお願いいたします。まずはじめに、ちょっと Zoom の機能的なことをご説明させていただきます。本日、インドネシア語、タイ語、英語、それぞれ同時通訳がございます。通訳のボタンが右下の方にあるかと思うんですけれども、そちらから、それぞれの言語の通訳をお選びいただき、お聞きいただければと思います。このコレクティブアジアなんですけれども、日本の映画保存協会、インドネシアのヤヤシャンチタチトラインドネシア、そしてタイのフィルムアーカイブが立ち上げた上映とトークセッションのプラットフォームなんですが、それぞれの国でキュレーターがおりまして、インドネシアではリサボナさん、タイはサンチャイさん、そして日本は私、臼井が担当しております。また本事業は国際交流基金アジアセンターのアジア文化創造共同助成を受けて実施しております。この場を借りて御礼申し上げます。このコレクティブアジアでは各国で現代作品を1プログラム、固定作品を1プログラム選びまして4月から上映とトークイベントを開催してまいりました。今月がいよいよ最後の月となっております。日本の古典作品を先週上映いたしまして、稲波博監督の黄金の弾丸という作品の活弁版を上映いたしました。その活弁版はですね、いわゆる画面上に出てくるインタータイトルだけでなく、説明台本、弁士さんの解説にもすべて字幕をつけて上映をいたしました。お楽しみいただけた方も今日多くご参加いただいているのかなと思いますけれども、本日はその上映を踏まえまして、活動写真弁士の片岡一郎さんをお招きしております。アジア文化における視覚芸術説明文化の考察というテーマでレクチャーをお願いいたします。それでは片岡さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、では始めますはい、ね。よろしくお願いいたします。はい。ではですね、本日、活動写真弁士という存在を軸に、アジア文化における視覚芸術説明文化の考察というテーマでお話をいたします。片岡一郎です。どうぞよろしくお願いいたします。さてですね、では早速、スライドをご覧いただきます。はい。講演時間が45分ということになっておりますけれども、台本を準備しておりましたら結構な分量になってしまいましたので、ややオーバーするかもしれません。最後に活動写真弁士として実演もいたします。お付き合いをいただければ幸いです。まず、なんとなくではなく、何はなくとも活動写真弁士とは一体どんなものなのかということについて、お話をしていこうと思います。こちら、弁士の歴史について解説をする必要があろうかと思ってお話をいたします。活動写真弁士が具体的にどんな仕事であるかは、先週の大森久美子さんの黄金の弾丸をご覧いただいた方はお分かりかと思います。無声映画を上映するにあたり、スクリーンの脇に立ち、物語に沿って人物のセリフやナレーションを語るのが活動写真弁士の主な仕事であります。こうした活動写真弁士の演技のスタイル、芸のスタイルは数十年間の試行錯誤の末に定まったものでありました。映画と呼ばれるものの元祖が何であるかは様々な議論の余地があるところではありますが、日本における映画の歴史はキネトスコープの到来によって幕が開き、シネマトグラフ、バイタスコープが相次いで輸入・公開されたことで本格的に始まったと考えるのが一般的です。これら最初期の映画公開時にも活動写真弁士がすでに登場しておりました。映画輸入最初の1年間だけでも本が1冊かけてしまうくらい興味深い話題が多いのですが、本日はそこに踏み込みますと時間がとても足りませんので割愛いたします。日本で映画史の始まりとともに弁士の歴史も始まったという点を知っておいていただければ幸いです。日本で初めてプロの活動写真弁士が上田布袋健という人物でした。彼は映画輸入以前から見せ物の工場などを仕事にしており、世の中に自分の知らないものは何一つないと自信たっぷりに語る姿があまりにも尊大に見えるところから高慢屋とあだ名されたりもしましたが、西洋から輸入された新たなかつ
未知の発明品である映画の紹介にはうってつけの存在でもありました。彼は関西を中心に活動しておりましたが、東京、すなわち関東で初めての活動写真弁士が十文字大元でした。上田布袋拳が学問はないけれど優れた話術で観客を喜ばせたのに対し、十文字大元はアメリカに留学経験があり、英語も堪能で、さらに雄弁術も学んでいたために、人前での演説に慣れている輸入品の映画を紹介するにあたり、非常な説得力を有した人物でした。ここで注目すべきは、活動写真弁士とは発生の瞬間からすでに日本旧来の工場芸と西洋由来の演説芸が並立する形で始まったということです。布袋拳や大元たちの語りは、先週ご覧いただいた大森さんの芸とは大きく違うものでした。初期の弁士は映画の上映中に語ることはせず、上映前にこれから何が映写されるかを詳しく説明するのが主たる役割でした。上映時間1分前後と短く、さらに物語性があまりなかった初期の映画の上映前に、弁士が10分以上かけて映画の説明をしていたのですから、これは実に親切で、観客は映し出された光景を十分に理解することができたわけです。やがて映画が実写、アクチュアリティフィルムから物語を持った作品が主流となり、上演時間が伸びるに従い、弁士のスタイルも変化し、上映中に弁士が語るようになります。これが弁士の第2段階となります。さらに映画が輸入品ばかりでなく、日本でも盛んに制作されるようになると、日本映画に適した芸が弁士には求められました。多くの国でそうであったように、日本でも初期の劇映画は舞台劇を再現するスタイルで始まりました。複数の弁士が音声の欠落した舞台劇の補完者として舞台に立ち、今日の吹き替えのように一人一役で画面に声を添える演出が確立しました。彼らは通常の弁士とは区別して声色弁士と呼ばれました。これが弁士の第3番目の形態です。しばらくの間、通常の弁士が西洋映画を語り、声色弁士が日本映画に声をつけるスタイルで上映が行われていましたが、いつまでも舞台劇の模倣から脱却できない日本映画に業を煮やした映画人によって、日本映画は改革され、西洋の演出を模範とした作品が中心となると、声色弁士は姿を消し、すべての上映に通常の弁士が語りをつけるようになりました。先週の大森さんもそうですが、現在の活動写真弁士は、一人の例外もなく、このスタイルで活動をしています。弁士の歴史上、決定的な方式となったこの洋画も日本映画も弁士が一人で語りをつける第4段階が成立したのが1920年頃。映画の輸入からすでに20年以上経過していました。そんな弁士のルーツとは何かについても駆け足で紹介しなければなりません。ここでは最も重要と考えられる3つのルーツに言及していきます。第1が絵解きです。絵解きはアジアにとどまらず世界中で見られる語りの文化で、宗教画を見せながら宗教者が絵の内容を詳しく説明してみせるというものです。日本では道成寺縁起絵巻の絵解きが特に有名です。ではここではほんの一部ですが、道成寺縁起絵巻をご覧に入れることにいたしましょう。ほどなく日中川を踊り越えましたるオロチは後を訪ねて大手参りました。さんさんたる眼は鏡のごとく怒りの毒煙を吐き、地響きを打たせて凄まじき勢いで迫って参りました。さすがの僧兵たちも、恐れおののきひとたまりもなく我先に逃げ散りまして、寺内には一人もいませなんだ。ついに鐘楼を叩き破り中に入って金を巻き、竜図を加えて尾を持って叩きます。金も解けよとばかりに火炎を吹きかけること見ときあまり、ついに金は火となりました。絵解きは
日本の話芸の根本となる重要な存在でもあります。いつから日本で行われているかは不明ですが、800年代前後には絵解きを指しているとおぼしき記述が文献に登場いたします。次いで紹介するのが写し絵です。1700年代後半に西洋から輸入された厳冬期を改良した写し絵の誕生は1803年。鮮やかな色彩を持った視覚芸術に生の語りと音楽がつけられ上映されました。ちなみに日本では映画を映す絵と書きます。この映画という言葉の発生はエジソンやリュミエールが映画を発明するよりも古く、幻冬や写し絵に用いられていました。3つ目のルーツが演説です。演説は娯楽としての話芸とは異なり、社会的、政治的主張を展開するための話術です。長きにわたる日本の鎖国が解かれ、社会の急速な変化の中で演説の人気は高まり、一般に普及しました。演説という日本語が英語のスピーチの訳語として採用されたのもこの時代であり、演説は1800年代末の日本で西洋文化導入に伴い広まった当時最新の話術であったのです。十文字大元が演説の技術を用いて弁士を行ったのは先ほども申し上げた通りです。いくつかのルーツが混ざり合う形で誕生した活動写真弁士について語るとき、活動写真弁士は日本独自の文化であり、他国には存在しないという言説がつきまといます。従来無批判に信じられてきたこの説を我々は本日、アジア文化との関連性から活動写真弁士とは何かについて考え、更新する必要があるでしょう。当時、日本の統治下にあった韓国では、ビョンサン、韓国ではピエンスーと呼ばれる活動写真弁士が存在していました。さらにタイでは、バンコクで初めて映画常設館を建てたのが日本人であった関係から、パークと呼ばれる弁士に相当する語り手が存在していたことが分かっています。今挙げた3つの例はいずれも日本の影響下にあるもので、それだけを見れば、弁士は日本独自の文化という説も一応の筋は通っているのかもしれません。しかし、韓国や台湾の弁士たちは、日本語と母国語を使い分けながら舞台に立っており、活動写真弁士が言語を前提とする話芸であることを考えれば、やはり日本のみと断言するのは適切ではないように思われます。弁士は日本だけ説には、多くの映画史家がアジアの状況を無視し、初期日本映画史を西洋映画との対比のみで無邪気に考えてきた背景があることを見落としてはならないでしょう。それにそもそも、弁士は西洋にはいなかったのかといえば、そんなことはありませんでした。フランスでは、ヤシや客引きを意味するボニマントゥール、ドイツでは映画説明者を意味するフィルム・エアツェーラー、ドイツではやはり説明者を意味するエクスプリカドールが存在しており、なんと人気投票まで行われていました。ロシアではキノ・デクラマーツィアという俳優がスクリーンの背後で映画に声をつける日本の声色弁士とほぼ同じ形態の文化すらあったのです。ここで映画の中に登場する西洋の弁士をいくつか見てみましょう。まずは1947年、ルネ・クレール監督の沈黙は金をご覧ください。
続いて、1993年、ベルンハルト・ジンケル監督の火のエアツェーラーです。最後は1948年、ロレンソ・リョベート・グラシア監督のライフ・イン・シャドウズです。これらの映画は、はい。直子さん、今のが音はい。がこちらでは聞こえなかったんですけど、あら、全部音があったはずですよね、はい、多分。音がありましたね。ですよね。そしたら画面共有、再生の時にですね、はい。おそらく、音声も共有するみたいなものでやるとできるんですが、お待ちください。ごめんなさい。はい。音声。ああ、はい。もう一わかります。度では、ははい、い。今でも絵をしっかり楽しんだ後、今度は音に耳をはい。澄ませてはい、見せじゃあちょっと、ていただきます。短めに少しずつ見ていただきましょう。はい、では、すいません。冒頭から、ルネ・クレール監督の沈黙は金ですね。Ah, madame, depuis que je vous ai aperçu dans la rue, je vous adore. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Voulez-vous sortir? La mariée est un peu nerveuse. Vous la comprenez, mesdames. Une minute, ma chérie, je reviens. Oh, monsieur, mais quel encore? Mon chéri, au secours, au secours!
では続きまして、ベルンハルト・ジンケル監督の木のエアツェラーです。Arbeitete im Apollo hier am Markt. Da stand vor der großen Leinwand und sagte immer, am Anfang war das Licht. Und es fing an zu flimmern. Da liegt Orlak. Wie wunderbar bleich er ist. War wohl zu wenig an der frischen Luft? Nein, das kommt von dem Eisenbahnunfall, den Orlak hatte. Den begnadeten Klaviervirtuosen sind beide Hände abgerissen worden. はい、では続きまして、ロレンツォ・リョベート・グラシア監督のライフ・イン・シャドウズですね。Los hermanos Lumiere. Esto que ahora presencian sus ojos asombrados, esta fotografía en movimiento, es el cinematógrafo. Y lo que están ustedes viendo es el célebre baile de las clonoches, la gran atracción parisina de París de fama mundial, principalmente en el Moulin Rouge, el palacio de las atracciones de Francia. El cuarteto, formado por dos bellas señoritas y dos elegantes caballeros, interpretan para ustedes esta danza moderna, con sus rítmicos movimientos llenos de juventud, alegría, vida, etcétera, etcétera. Esta lava danzarina, la vedette de Pi, que estuvo practicando ante la bella Otero, nos muestra junto a su arte su rico vestuario exuberante de blondas, puntillas y encajes de Saint-Denis, en un derroche de fantasía y buen gusto. Ahora es un velotren que a todo vapor se dirige a ustedes. Pero no teman, que nada puede ocurrir. Esta maravilla de la ciencia que es el cinematógrafo es completamente inofensiva. Lo ven ustedes, el tren ha pasado y no ha habido que lamentar desgracias personales. Y ahora, Madame y Monsieur, la patriota mágica. Escena de escaboteo por la bellísima señorita Mimi. Como verán ustedes, esta escena tiene pies y cabeza. Va tomando cuerpo el cuerpo. ¿Pero el cuerpo de quién? El cuerpo de policía. Y la que se arma, señores. Esto se complica. Ahora tenemos un labrador bretón. Que está haciendo el indio. Pero como Mimi es muy lista, le engaña como un chino. Y ahora un granadero presenta armas. ¿A quién? Al emperador. Vive la France. Y ahora, señores, un ladrón en la alcoba. Una de esas comedias de frívolas tan de moda en París. El ladrón, aprovechando la ausencia de las hermanas Dupont, penetró en la alcoba. Pero la llegada de esta obliga al ladrón a esconderse tras el biombo. Pueden preguntar lo que gusten. Diga, diga, oiga, por favor, ¿cómo funciona ese chisme? Oh, es un secreto. La fotografía y el movimiento. Pura magia, señor, pura magia. はい、失礼いたしました。2回見られてお得だったと思っていただければ幸いです。さてですね、これら今見ていただいた映画は、後年の再現ではありますが、欧州各国に活動写真弁士がいたという傍証にはなるかと思います。確かに日本では活動写真弁士が得意な発達をしたのは事実です。完成した映画の演出が気に入らなかったために、弁士が映画会社に文句を言って撮影をやり直させたなどという例は知る限り他国では見当たりません。映画を見に行くよりも弁士を聞きに行くことを主なる目的とした観客が少なからずいた国も日本のみであったのは間違いありません。それゆえに弁士は日本にしかいないと言われるようになっていき、いつしか日本は識字率が低かったために弁士が必要であったという誤謬が広まる事態にもなりました。しかし、1800年代末の日本では、教育制度の定着に伴い、男子の識字率は 90%、女子 70% と世界と比較しても高い識字率を示しており、特に都市部の大学生は、英語やドイツ語の読み書きもできる人がおり、活動写真弁士の隆盛と識字率の高低は決して符合で結ばれるものではありません。一方で、日本には豊かな話芸の文化があったために、映画には語りがつくのが必然であったとする考えもありますが、話芸の文化は日本の特権ではありません。アジアには芳醇な話芸の文化があることは誰もが知るところであり、これもまた日本で活動写真弁士が独自の発達を遂げた理由としては不十分であります。
絵解きを思い出すまでもなく、日本の話芸はアジア文化の中で育まれてきたものです。対して初期の活動写真弁士は、むしろ西洋の発明品である映画を西洋の話術である演説を主に用いて説明する特殊な話芸でした。西洋文化の影響が初期の弁士に色濃いことは彼らの衣装からも伺えます。巡業隊を率いて日本全国に映画を広めた駒田光陽という弁士の衣装はフロックコートでしたし、他の弁士も裁判官の法服や軍人の軍服などを着て、自分たちは大衆芸能とは違う文明の啓蒙者であると自らの立場を誇示していました。弁士たちは当初から自らの語りを説明と表現していましたが、これも大衆に向けて国外、主に西洋の知見を解き明かすのだという意識の表れであったと言えるでしょう。一般的なイメージに反して、実は世界中に活動写真弁士は存在していました。では、日本の弁士たちの特異性とは何だったのでしょうか。それは、日本の弁士が単なる映画の説明役を超え、何段階かの変遷の結果、物語と同化する語り部。別の言い方をするならば、独立した芸能者へと進化した点にあるのです。初期の活動写真弁士が説明する芸であり、その技術は西洋的な演説によっていました。しかし、映画演出が次第に複雑化し、高度な物語性を備えるようになると、上映前にあらすじを説明するだけでは、観客に十分な満足を与えることはできなくなっていきます。ドイツやフランスなど西洋の活動写真弁士たちが表舞台から退いたのも、彼らの芸が説明の域を脱し得なかったからではないかと思います。では、日本の弁士のみが成し得た物語と弁士の語りが和合し、芸能化する彼らの特性はどこによったものでしょうか。それこそがアジアの芸能の影響ではないかと思います。先ほども申し上げましたが、アジアには多彩な語り芸が存在しています。特に視覚芸術とともに演じることで、新たな世界観を生み出す活動写真弁士と形式を同じくする芸能。例えば、絵解き、人形劇、影絵芝居のような文化の奥深さと歴史には同目するばかりです。もはや、アジア諸国の先行芸能の存在なくして、活動写真弁士を論ずることはできません。しかし、当然ながら疑問も生じます。それほどにアジアで視覚芸術と話芸の組み合わせた芸術が盛んでありながら、なぜ活動写真弁士が日本と同様にアジアで隆盛を見なかったのかという点です。この問題は後で考察することにして、まずは本レクチャーの主題である視覚芸術説明文化の中で、特に活動写真弁士と似通った存在である影絵芝居について紹介していきましょう。アジア圏における主な影絵芝居の発生と特徴を整理してみました。残念ながら近年の日本ではアジアの影絵芝居に関する書籍の出版が極めて少なく、情報源としてまとめた資料も今から10年以上前、ものによっては70年以上前に出版された本もございます。そのため情報が最新ではなく、粗漏もあろうかと思いますが、その点ご容赦ください。最初に、トール・マンボラータ、インド・アンドラプラデーション州。現存する影絵芝居の中で非常に古い形式を残しています。最大の特徴は、使用する人形の大きさで2メートルにも及ぶものもあります。通常はヒンドゥー教の祭礼に伴って上演されます。4世紀から6世紀にかけて、サトバナハ王朝とチャルキア王朝で人気を博し、そこからジャワ、インドネシア全域、ミャンマー、タイ、マレーシア、中国、日本にまで広がったとされています。演目はラーマーヤナから取られ、語り部が音楽的な語りで物語を進行します。アジアの影絵芝居は南インドで発生し、その歴史は紀元前200年まで遡るとする説もあります。トール・マンボラータがいかに重要な芸能であるかは論を待ちません。
ピインシー。これは中国ですね。中国の影絵芝居の歴史は非常に古く、史記などによれば、紀元前120年頃に死者を口寄せする儀式として影絵芝居が行われていたとされます。その後、800年代には紙人形を使った影絵芝居が登場し、ピインシーの原型となりました。人形を操る人のそばで、楽師が呼吸やドラを奏で、特徴的な甲高い声で歌い語ります。主に西遊記や白蛇伝などの神話、伝説の一場面を演じます。なお、中国の影絵芝居は、インドからミャンマー、ジャワ、タイを経てイスラム教とともに輸入されたという説と、中国を起点として世界中に広まったとする説があります。いずれにしても、中国の影絵芝居が今日見ることができるような形式に完成したのは1600年代以降と考えられています。では、そのピインシーを少し映像で見てみることにしましょう。向今日过往虽代自己从亲到世，为不及女业的家当，阿贵真相哟，在领打开龙宫是打开龙宫，打开龙宫。哦，牛爷的来了，打开龙宫传人间。是，打开龙宫人间味道啊！スバエク、カンボジア。カンボジアでは、牛の皮を意味するスバエクがそのまま演目の名前となっています。ラーマーヤナのクメール版であるリアム系を大人の語り手が演じる大型のスバエクトムと、より身近なテーマを子供が演じる小型のスバエクトーイに分かれます。かつてはこの2つの中間に位置するスバエクトムモチュムが存在していたと言われていますが、今日では廃れてしまいました。スバエクは12世紀頃には成立していたとされています。上演は複数の人形使いと演奏者、そして一人の語り部によって進められます。トール・パーバ・クートゥ、インド・ケラーラ州。インド南西に位置するケラーラ州に伝わる人形芝居です。15世紀にはすでに人気があったとされています。演じ手はプラバルと呼ばれています。主に主演を務めるプラバルは、マラーヤラム語、タミル語、サンスクリット語について深い造形が求められ、演目はラーマーヤナの南インド版であるカンバラーマヤナを演じます。プラバルは物語の筋を歌い上げはしますが、面白おかしく語るというよりは、内容は質疑と応答、論争と反論といった具合に問答の形式をとっています。チャムディーチャ・バフリア、インド・マハーラシュトラ州。インド西部に伝わる人形芝居で正確な起源は不明です。人形使いが主として語り、伴奏者が歌うこともあります。演目はラーマーヤナから取られています。ラーバナチャーヤー。インド東部のオリッサ州で継承されている影絵芝居で、ラーマーヤナに登場する魔王、ラーバナの影を意味するラーバナチャーヤーが芸の名前となっています。演目はやはりラーマーヤナから選ばれています。オリッサの公用語であるオリアー語で歌う4人の人形使いと4人の音楽家の伴奏によって上映されます。こちらの起源も正確には不明です。
ワヤンクリ、インドネシア、ジャワ。世界で最も有名な影絵芝居の一つがジャワ島のワヤンクリです。ワヤンは影、クリは川を意味します。物語は古代インドの女子、マハーバーラタとラーマーヤナから取っているものの、長い歳月のうちに完全にジャワ化しています。ダランという語り部がたった一人で、大筋があるだけの演目をほとんど即興で語り込んでいきます。ダランは一人で全ての人形を操作し、地語り、対話などの語りの一切を受け持ち、ガムランによる伴奏の指揮も行います。演目は基本的なもので200は超え、創作が多いのも特徴です。影絵芝居としてスクリーンに映し出されるようになったのは15世紀頃からとされていますが、実世紀には絵解き形式の語り芸、ワヤンベベルが存在していました。では、ワヤンクリを少し映像で見てみましょう。Wah, males gati, ngerasa semales. Wah, kadi pun aku ngomel mulu ketemu asem mulu meja. Where are you going? Sorry, I cannot speak English. Where are you going? Kamu mau kemana? Oh, duwe ke Cakra. Oh, thank you, Pak. What's your name? Siapa namamu? Master Gunulan, very good. Enak pada lumayan, oke. 1, 2, 3。南野、タイ。最も古い文献資料は1458年に見出せます。南の意味は影ですので、ワヤンと同じ意味です。インドからジャワ、マレーシア半島を経由してタイにやってきたと考えられています。演目はラーマーヤナのエピソードが中心で、物語は音楽と音楽的な語りで進行されます。ワヤンクリ、インドネシア、バリ。15、6世紀にイスラム教侵入を嫌ったジャワの貴族たちがバリに移り、ヒンドゥー文化を基礎に上演されるようになったのがバリ島のワヤンクリです。ジャワ島のワヤンクリとの最大の違いは人形の姿で、ジャワ島の抽象化された人形に比べ、人間味を多分に有したリアルな人形がバリ島版ワヤンクリの特徴です。上演形態はジャワ島のものと大きな違いはありません。カラギョス、トルコ。カラギョスは芸能の名前であると同時に物語の主人公の名前でもあり、その意味は黒い瞳です。具体的起源や伝来の経路については諸説があり不詳ですが、少なくとも16世紀にはトルコに入り、17世紀にはほぼ現在の形となっています。典型的なトルコ人の町人のカラギョスと物知りぶったハジバトの2人を主人公として、両者のちぐはぐな会話に風刺やシャレなどを織り交ぜながら語りと歌、音楽で演じる滑稽な演芸です。一説には16世紀にエジプトから伝わったとされますが、人形の操作方法が中国のピーインシーと酷似しているほか、ラーマヤナの影響が見られないなど、成立に謎の多い芸能です。トルコだけではなく、ギリシャ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、アジャリアなどでも演じられます。ナンタルン、タイ。タイ南部で演じられる影絵芝居。人形使い兼語り部はナイナンと呼ばれます。一人の人形使いが複数の人形を操ります。人形は南ヤイのものに比べて小さく、仏教行事で演じられ、
イスラム教徒の多い地域では演じられません。ラーマーヤナの対バン、ジャータカからのエピソードが演じられますが、古典の物語をなぞるだけではなく、時事問題に触れるなど、ジャーナリズムの役割も果たしています。ナンタルンの成立時期は正確には分かっていませんが、16世紀末には存在していたことが間違いなさそうです。ナンの意味が影であることは先ほど申し上げました。実はタイで初めての映画館を作ったのは日本人で、そのためある時期までタイでは映画のことをナンイープン、日本の影絵芝居と呼んでいました。ここからも影絵芝居と映画が観客にとっては地続きであったことがわかります。ワヤンシャム。マレーシア・ケランタン地方で主に演じられるワヤンクリをワヤンシャムと呼びます。ジャワから伝来したとする説とタイから伝来したとする説がありますが、人形にはジャワともタイとも異なる特徴が見られます。ジャワのワヤンクリのようにダランが中心となって演じられます。語り部であるダランたちの間では200年ほど前にタイから輸入されたと伝えられているそうですが、近年の研究ではより古い時期にジャワから輸入されたのではないかとする説も出ています。ラーマーヤナには全く登場しないパ・ドゴルとワン・ロンという2人の道家が重要な役割を果たす、どこかタラギョスを思わせる部分に大きな特徴があります。ピーカウシー、1800年代に中国から台湾にもたらされたと考えられています。福建省もしくは広東省からの導入であったとする説が有力で、台湾の語り手たちは自らの歌声を広東省長州地方に由来する長州調と呼ぶこともあります。演目はピーインシーと同じく西遊記や白蛇伝が中心ですが、台湾日本統治時代には日本の昔話である桃太郎なども演じられていました。ここまで紹介した各地の影絵芝居をおおよその発生順に地図上に表示していくと次のようになっていきます。インドにおける影絵芝居の原型、紀元前200年頃。中国における影絵芝居の原型、紀元前120年頃。ポール・マンボラータ、4世紀、インド。ピ・インシー、9世紀、中国。スバエク、12世紀、カンボジア。トール・パーバクート、15世紀、インド。チャムディ・ヤチャ・バフリア、これは不明、インド。ラーバナ・チャーヤ、こちらも不明、インド。ワヤンクリ、15世紀、ジャワ。ナン・ヤイ、15世紀、タイ。ワヤンクリ、15、6世紀、バリ。タラギョス、16世紀、トルコ。ナンタルン、16世紀、タイ。ワヤンシャム、19世紀、マレーシア。ピーカウシ、19世紀、台湾。余談ですが、ギリシャにはアレクサンダー大王のインド侵攻に伴って影絵芝居が世界各地に広まったとする説があります。アレクサンダー大王のインド到達は紀元前327年。説が正しければギリシャの影絵芝居の歴史は世界最古になりますが、この説は2007年に国際人形劇連盟によって否定をされています。分布図を見てもわかるように、影絵芝居は宗教儀式とともにアジア全域に広まっていきました。事実、多くの影絵芝居は上演前に語り手が祈りを捧げる儀式が行われておりましたし、影絵が最も見やすい場所には祭壇があつらえられることも珍しくありませんでした。もちろん、儀式と対になる形で演じられるのは影絵芝居に限った話ではなく、多くの原初的な芸能が持つ特性です。ここで我々が注目すべき点は、多くの影絵芝居の演じ手が上映に際し最も重要なのは語りであると明言していることです。影絵芝居という名称から主体は影絵と人形であるかのように思われがちですが、儀式を司るのはあくまで司祭である語り手なのです。多くの宗教は本に書かれた文字ではなく、人の口から放たれる言葉によって芸能とともに広まったという事実は忘れてはなりません。そしてこれら
宗教儀式的芸能にはもう一つの見逃せない特徴があります。それは、オリジナルから空間的、あるいは時間的距離が隔たるほどに、本来持っていた神聖な、あるいは霊的な要素が失われ、大衆芸能化していく。言い換えるならば、聖なるものから俗なるものへと変質していく点です。例えば、古い上映形態を残しているインドのトールマン・ボラータはラーマーヤナを忠実に演じますが、ジャワのワヤンクリはラーマーヤナを語りながら、作中にはオートバイが出てくるなどのアレンジが加えられます。カンボジアのスバイクトムはリアム系を忠実に演じますが、子供が演じるスバイクトーイでは庶民の生活に即した演目が行われます。1990年代末にエイズ予防を目的としたコンドーム奨励の演目が作られたのもその恒例という例でしょう。中国の P インシーは近年、オンラインゲームのアズールレーンとコラボを果たしています。私は先ほど少しだけ演じた絵解き、道成寺も現在ではあのような固い言葉遣いではなく、観光客に聞かせるための冗談を多分に交えたパフォーマンスへと変質しています。本レクチャーでは、この現象を聖なる性質の欠落と表現することにいたします。もちろん欠落というのは状態の変化を示すために用いている言葉であって、ネガティブな意味は持ちません。南インドに端を発し、遠大な距離を経て日本に到達した語り部の芸は、さらに時を超えて本来持っていた聖性をほとんど消失し、新たな語り芸と結びつきました。聖性の欠落したダラ、あるいは内南、もしくはプラバルこそ活動写真弁士であったのです。当初、西洋から輸入された映画を西洋の話術で説明していた弁士たちが次第に物語る必要性に迫られるようになったことは冒頭で申し上げた通りです。彼らが求めた物語る技術は珍しいものではありませんでした。それはアジアの文化として何百年も前に日本に到達し定着していたのです。しかも語り部の聖性が欠落していたことは、活動写真弁士にとっては良い方向に働きました。フランスの詩人アントナン・アルトーは、東洋の演劇と西洋の演劇という小論の中で東西芸能の差異を次のように対比しています。心理的傾向を持つ西洋の演劇に対立する形事情学的傾向を持つ東洋の演劇の中には、諸々の形態によるあらゆる可能な面におけるそれらの意味と意味作用の占有がある。あるいはそう言いたければ、それらの振動する結末はただ一つの面ではなく、同時に精神のあらゆる面で引き出されるのである。何を言っているのか分かりませんですね。詩人らしい抽象的な難解な文章ですが、アルトーは西洋の演劇が言語にとらわれた表現にとどまっていることを批判し、より自由な精神の表現を求めていました。西洋の発明品である映画もまた、アルトーの批判するように西洋的なテクストの上に制作されていました。そうした映画を語るにあたっては、弁士に聖性が失われていることはむしろ好都合であったのです。私は先ほど、なぜアジアでは視覚芸術と話芸を組み合わせた芸能が盛んでありながら、弁士が日本と同様に隆盛を見なかったのかという問題を先送りにいたしました。その答えは今や明白です。神事の司祭である影絵芝居の語り部は、映画を語る芸がなかったわけではなく、彼らの語りは影絵芝居の動作よりも重要であるとするありようが、西洋的テキストを前提としている映画とはそもそも合致し得なかったのです。影絵芝居があったのに弁士が定着しなかったのではなく、影絵芝居があったから弁士は定着しなかったのです。1800年代末から1900年代初頭の日本は、それまでの鎖国を解いた反動から進歩の範を西洋文化に強烈に求める和魂要塞や、日本をアジアの一員ではなく西洋文化の一部とみなす脱亜といった思想に自らを見出していくようになります。これらの終着点を設定しない闇雲な西洋化願望は、
現在まで混乱の尾を引いているわけですが、一方で通常であれば合流し得ない文化を強制的に結びつけ、新たな文化を生み出す採用も果たしました。無論、社会の内鏡である芸能も時代の影響を受けます。映画が瞬くうちに世界中に浸透していくまさにその瞬間、前例をもって西洋の一員足らんとしていた国が日本だったのです。そんな時代によく言えば東西和芸の美しき和合、悪く言えばいびつなキメラとして活動写真弁士は誕生しました。余談ですが、活動写真弁士は映画に勝手な言葉をつけ、作品を汚損する存在だと日本映画史の中で繰り返し批判されてきました。こうした意見は今も我々に時々向けられます。これもまた西洋的テクストを神格化して捉える1800年代日本人の抱いた世界認識の残滓であるのかもしれません。では、活動写真弁士からは完全に生成が失われてしまったのかといえば、決してそうではありません。弁士について語るにあたり、安易に西洋との比較を持ち出す危険性は、私自身が先ほど申し上げましたが、ここではあえてその具を犯すことにいたします。一般的に西洋の舞台劇はプロセニアム、アーチや幕などによって明確に舞台と客席が区別されています。これはキリスト教文化におけるBenshi telah berulang kali dikritik dalam sejarah perfilman Jepang sebagai eksistensi yang menempatkan kata-kata sewenang-wenang pada film dan mencemari karya. Ya, pendapat 再開します。一般的には西洋の舞台劇はプロセニアム、アーチや幕などによって明確に舞台と客席が区別されています。これはキリスト教文化における唯一心と人との絶対的な隔たりが影響していると言われています。一方で日本では舞台と客席の境界は非常に曖昧です。歌舞伎では役者が客席の中で演技をするための装置として花道が用いられます。アジアの影絵芝居などの芸能は本来舞台上で演じられるものではなく、野外の闇の中に火を灯して演じられます。当然ここにも演者と観客を隔てる明確な境界線は存在しません。しかし映画にはスクリーンという明確な境界線が存在します。観客がスクリーンの裏側を覗き込んでも、maaf terputus. Jadi dari sisi Benshi bukan berarti kesucian telah hilang sama sekali ya. Bicara tentang Benshi, saya menyebutkan bahayanya dengan membanding-bandingkan dengan Barat, tapi そこには何も存在しておらず、物語世界との断絶があるばかりです。活動写真弁士は、スクリーンという強固な隔たりの線上に立ち、画面の向こう側と観客をつなぐ役割を担うシャーマン的存在であると考えれば、そこにほのかな生成を見出すことが可能なのではないでしょうか。ここまでアジア文化における視覚芸術を軸に、活動写真弁士とは何であるのかを考察してきました。活動写真弁士が日本にのみ突如として生まれた文化ではなく、さまざまな文化的文脈の中に存在していたのだということを共有できれば幸いです。ちなみに、1800年代末頃、まだベトナムでは映画の上映時に生で現地語に吹き替えをする語り部がついていたと言われています。また、1990年代末には、ラオスに駐在していた日本人駐在員が、当時ラオスでは外国映画はラオス語吹き替え版を映画の上映に際しては、やはり生で吹き替えを行う弁士がいたと言っています。私は残念ながら、ベトナムやラオスの弁士たちが何という職業名を名乗っていたのか知りません。また、ラオスの吹き替え版を作らなければならないとする法律についても全く知識がありません。もし本日このレクチャーに参加している方の中でこれらについて情報をお持ちの方はぜひ教えていただきたいと思っています。さて、それではお約束をしておりました活動写真弁士の実演に参りましょう。ご覧いただくのは
西遊記孫悟空物語という5分間ほどの短いアニメーションです。では、よろしくお願いいたします。昔々その昔から天竺の物語。唐の都長安出発し天竺へ向かうべく白龍馬にまたがれば外乗りを応じて天竺へ大乗の仏典を取りに赴く玄奘三蔵。三蔵さらばじゃ、道中身を堅固にいたせ、定めし苦しく長い旅になるであろうと皇帝の言葉をせなにおい三蔵は旅立ってゆく。道中通りがかったご行山、お願いでございます。何卒尊いお経を読んでくださいませ。私はかつて悪さが過ぎて仏様に戒められているものにございます。よろしい。500年ぶりの自由な体、あなたが仏様の道へ変えた三蔵和尚様ですね。どうか弟子にしてください。必ずお師匠様をお守りいたします。なんだよ、お前は今日からその君と名乗りなさい。響きあたりに響く女の姫。どうしたんでしょう。僕や見ておいで。かしこまりました。行ってまいります。お姉さん、おいらお姉さんが大好きなんだ。気持ちの悪い豚、ほら、何をしている。それ邪魔をするな。二人の時間を涼しいこの花をして。お前何者だ。この千番の化け物で三蔵和尚の一番の弟子、聖天大聖孫悟空様を知らないか。と言ってもこの名を名乗ったのは今が初めてじゃ。あの三蔵和尚様の待ってくれ。おいらも三蔵和尚様のお召しになろうとここで待っていたんだ。嘘をつけ。女に手を出していたろ。それはその手持ち皆さんで、その方仏法に帰依する心あらば弟子となるがよい。今日より著白海と名を改めよう。おいらにお名前をいただける。ありがとうございます。仕方ない、ついてこいよ。待ってくれよ兄貴。嬉しくて舌が出ちゃうな。白海が水浴びをしていると現れたカッパの化け物。ちょっと待ってくれ。服を着てからだ。お、無事か白海。助けに来たぞ。誰開けたよー。切り返したおいらマニじゃねえよ。それ参ったか。あれこそ三蔵和尚の一番弟子、聖天大聖孫悟空、その弟弟子ちゃんかいだ。私も弟子にしてください。よいよい弟子にしてやる。名前は勝手に名乗るがよい。扱いが悪い。よよ悟空孫悟空、剣をかけて現れたのは大名その義門。お父さんのまかりの乱。いざ失礼白昼天地を揺るがす大乱闘。己が悔しいがな。見事勝利は悟空のものに。お師匠様、これなる芭蕉扇で火炎山の炎を消してご覧に入れます。あの山こそは霊山でございます。大乗の経典を増する遊法殿。よくぞ参った玄奘三蔵。
如来のお慈悲により大乗の経典を賜りたく、伏してお願い申し上げます。よいかな三蔵、経典は龍舎を持っておきりであろう。あれを見られよ。かくして三蔵一行は長い約5分間の旅を終えたのでありました。韓国物語の完結であります。さて、質疑応答に入る前になぜ本日西遊記孫悟空物語をご覧いただくことにしたか、少しだけお話をいたします。レクチャーで何度も言及していました影絵芝居の中で、ラーマーヤナが極めて重要な演目であることはご理解いただけているかと思います。ラーマーヤナの主人公はラーマ王子ですが、作中ではラーマー王子に劣らぬ人気のあるキャラクターが猿人ハヌマーンです。そして中国の影絵芝居で主要な演目である西遊記のヒーローは聖天体制孫悟空です。西遊記は玄奘三蔵が中国からインドへ仏典を受け取りに行く冒険を描いた物語ですが、孫悟空のキャラクター形成にはハヌマーンの影響があると言われています。西遊記は日本にも紹介され、庶民に愛好されました。先ほどご覧いただいた西遊記孫悟空物語も、ただ西遊記ではなく、あえて孫悟空物語とつけているところから、日本人がいかに孫悟空というキャラクターに愛着を持っていたかがわかります。さらに時間は流れ、1984年、孫悟空はドラゴンボールの主人公として採用され、今や世界的な人気を博しています。インドのハヌマーンがドラゴンボールの孫悟空に変化していく流れは、まさに聖なるものから俗なるものへの転換、聖々の欠落の過程そのものなのです。西遊記孫悟空物語を選んだ理由はここにあります。本日はお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。はい、片岡さんありがとうございました。ありがとうございました。見事なパフォーマンスでちょっとうっとりとしてしまいましたけれども、本当に濃密なレクチャーをありがとうございます。なんか本当に私自身も初めて知ることがたくさんあったんですけれども、絵解きのところで、本当に片岡さんが語りをつけた途端に、その絵がこう映画に見えてくるみたいな、なんかすごい奇跡的な瞬間も味わえました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかだからあれですよね、こう日本でこう巻物ってあるじゃないですか。はい。あれもこうなんかこう片岡さんと一緒にこう語られながら見たらもうすごい物語になるんだろうなってどうでしょうか。思ってしまいましたけど。ありがとうございます。本当にそのアジア各地のこの影絵芝居であったり、人形芝居っていうのがあんな風に幅広く、そしてさまざまなこう時代からっていう感じで分布しているというのもすごく興味深く拝見しました。ちょうどですね、先週の上演の後にちょっとこうチームの中で話していた時に、私自身もやっぱりこう弁士というのは日本独特の文化なんだと思っていたんですよね。そうしたらなんかタイには昔あったらしいっていうはい。話ですが、で、インドネシアはないけど、その影絵芝居はあるから、それが近いのかなみたいな感じでこうみんなでもやもやと片岡さんのお話を楽しみにしていたところなんですけれども、本当にこんな風にその語りの文化がアジアにあるというのはとても面白く聞かせていただきました。ありがとうございます。観客の皆様からもぜひいろいろなご質問をお寄せいただけたらと思いますので、Q&A ボタンの方から日本語かインドネシア語、タイ語、英語、いずれでも大丈夫ですので、ぜひいろいろとこの際聞いてみたいことやあるいはご感想などでも結構ですので、ぜひよろしくお願いいたします。片岡さんは、すごく今日は何でしょ
活動写真弁士のもう研究者という感じの素晴らしいレクチャーをしていただいたんですけれども、あれですよね、海外でもたくさんはい。講演をなさっているということですよね。どのあたりに行かれていたのか、教えていただけますか？アジアで言うと、ね、タイフィルムアーカイブのサンチャイさんから読んでいうん。ただきまして、タイと、あとはフィリピンですね、マニラが行ってますね。ああ、はい。ヨーロッパが多いですね。あとは、だいたい全部で18カ国ですかね。うんうんうん。なんかアジアでやってみた時、講演をしてつけた時の、その上映の後のお客さんの反応とか、なんかご自身でその日本との違いとかは感じられたことありますか？あの、アジアは非常に映画のいわゆる入場料金が日本に比べて安い、日本がかなり高い国ですけれども、そういった意味ですごく気軽に楽しんでいただいてるなという感じはいたしましたね。その古い映画だから構えてみるというよりも、うん、割とこういう作品もあるんだというような感じで楽しんでいただいてますね。なるほど。なかなかね、きっとなかなかあちらだと見る機会もないのかなと思いますので、きっと驚きも持って見られているんじゃないかと思いますけれども、今ちょっと一つご質問はい。が来ましたので、素晴らしいレクチャーをありがとうございます。一つ質問があります。弁士の歴史についてのご質問ですね。その影絵芝居の、はい。伝統以外に、あの、何かその日本の文化、落語ですとか、そういった日本のその他の文化からの、影響というのは何かお考えになりますか？というご質問です。はい。そうですね。まず、活動写真弁士というものの特徴で興味深いのは、映画が急速な勢いで人気を博していったときに、ものすごい勢いで当然ながら活動写真弁士も増えていくわけですね。で、そうすると実は活動写真弁士の人数が増えていったときに、他の芸能の人数よりもあっという間に増えてしまう。うん。これは儲かる仕事なわけですよ。人気がある人は。で、他の芸能、例えばそれこそ落語だったりとか、そういったことをやっていた人たちが、あっちの方が儲かるからとか、あっちの方が人気が出るからということで、弁士をやるというパターンもありまして、そういった様々な話芸が弁士になることによって、それぞれの芸が交流をしていく。そこにまた弁士の独自性が生まれてくるということで、要は弁士というのは、一つの芸があるのではなくて、様々な芸が混ざり合っているということですね。その中には当然、落語であったりとか、浪曲であったり、あるいは義太夫であったりというようなものがあります。ありがとうございます。なんかその様々なというので、思いますのが、ちょっと見ると、ベイスさんというのは、なんでしょう、パフォーマンス的な、技能といいますか、のように、見えるんですけれども、でも実際はその解説も書かれているので、かなり映画への理解といいますか、そういった解釈というのもすごく必要になるのかなと思いますし、なんかさらに歴史的なことも、大変詳しく、本当片岡さんの今日のレクチャーもそうなんですけれども、歴史的なところもすごく、踏まえて、研究なさっているなと思うんですけれども、何でしょう、その幅広さというのにすごい驚かされるんですが、さらに片岡さんの場合、作品自体も、ご自身で集めてというか、あの、なんでしょう、映画保存的な役割もはい。なさってるなというふうに思うんですが、ちょっとそのあたりのことを複合的に、はい。片岡さんの全体をちょっと教えていただけると嬉しいです。そうですね。まず弁士が様々な映画を理解して語るというのは、これはどちらかというと現代的な現象ではないかと思います。というのが、昔の活動写真弁士はあまり教養がない人も多かったですし、そんなに何度も上演前に繰り返して映画を見ることができなかったので、どちらかというといかにその場で面白く語って聞かせるかということの方が重視されていることが多かったようです。もちろんうん。教養のある弁士というのも存在して、それが都市部では人気があるという現象もありましたけれども、多くの弁士は
あまりそういった教養がないということがあった。その代わり話術はものすごく達者であったということがあるわけですね。そういった現象がありました。ですので、映画を理解するというのがかなり弁士によって個体差といいますかね、違いがあった。それも含めてお客さんはどちらを望むか、つまり映画の例えば監督や脚本家のメッセージをきちんと伝えてくれる弁士の方がいいと思うお客さんと、そんなことはどうでもいいんだと。今俺は入場料を払っているんだから、その分だけ楽しませてほしいという観客がいるというような、その観客と弁士との間で、弁士の性質というのが作られていったということはまず一つあると思います。で、私はそう先ほどおっしゃっていただきましたけれども、その映画のフィルム発掘といいますか、保存というようなことも、多少はやっておりますけども、これは言い方悪いですけど、映画を保存するためというよりも、私自身がより多くの作品をパフォーマンスをするためというのが最初の目的です。ですので、私自身が例えばオリジナルの 35mm 可燃性フィルムを持っていたいという欲求はちょっとはありますけども、ほとんどないわけですね。作品そのものが手に入れば、後の保存は例えば国立映画アーカイブですとか、場合によっては例えばアメリカ映画だったらアメリカの保存機関に寄贈をして、私はデジタルデータだけもらえればそれで仕事ができるということで、保存をしているというよりは保存の補助的なことを仕事を通じて多少お役に立てているかなっていうのが正直なところですね。なんか片岡さんのおかげで発見された大変貴重な作品などもありますので、フィルムアーカイブ関係者でしたり、あるいはいわゆる映画ファンからすると本当にありがたいなというふうに思っております。ありがとうございます。もう一つ質問が来ましたので、ちょっとこちらをご紹介してみます。素晴らしいプレゼンをありがとうございました。弁士は弁士であったり、あるいはそのサイレント映画のナレーションをする人といった方々は、それぞれの歴史的な文化的な背景というのを背負ってパフォーマンスをしていると思われますでしょうかということですね。これはやはりその先ほどの教養という問題ともつながってくるんですが、私は正直かなりそこは強く意識しています。その歴史の中に弁士というのがあり、そして僕の前に多くの先輩方がいて今があるという考え方ですね。一方で芸能というのは常に今のお客さんを相手にしているわけです。ですからこれは現役の弁士もそうですし、それ以外の多くの芸能者がそうですけど、昔の人なんかどうでもいいと。昔どんな上手かった人がいようが、そんなことは自分には関係ない。今、自分が今のお客さんに人気が出るか、伝えられるかしか意味がないんだというふうに、言う方もいます。弁士でそこまではっきり言ってる人はいませんけれども、歴史そのものにはほぼ興味がないとか、今のお客さんにっていうふうな姿勢でやってらっしゃる方は明確にいます。なるほど、ありがとうございます。よろしいでしょうか。他にももしご質問あったらぜひご投稿ください。なんか私の中ですごく不思議なことを、ちょっとパーソナルなことをお伺いしてみたいなと思うんですけれども、その片岡さんが弁士になろうって思われた何かきっかけのような出会いというかあるんでしょうか。もともと僕は高校生の時に演劇部というのに入ったんですね。というのが、それまでは、いまだにそうなんですけれども、人前に出て話をするというのがとても苦手なんです。なので、高校生になるにあたり、そういった自分を少しは変えたいという気持ちがありまして、演劇部に入りまして、その演劇部で落語という日本の話芸ですね、これに出会って、そこからもうズブズブとその話芸の世界に深く入っていきました。どのぐらいそれが好きだったかというと、大学受験の受験勉強をしながら落語を聞いていたというぐらいですね、どうしようもない受験生だったんですけども、当然だから1回大学落ちました。それはさておきまして、そういった中でですね、実はその私の
親戚、父親の方の親戚が無声映画の時代にどうも親戚曰く弁士をやってたよと言うんですね。だからやっぱりその一郎君は血だねなんてそういった親戚の縁があるんだねみたいなことを言われて、そんなこともあって活動写真弁士という存在を知りました。その後、私の師匠である沢戸みどりという人が現役で実際にまだ弁士がいるんだということを僕も知って驚いて見に行ったらこれが非常に面白かったので、そこから、興味を持って観客として通い出したんですね。でまたその後ちょっと大学が関わってくるんですけども、大学をちょうど卒業するタイミングで日本で無声映画と弁士を毎日見せるレストランができるというプロジェクトがありまして、だから弁士が必要だということになって、それが毎日やれるのであれば、活動写真弁士で生きていけるのかもしれないと思って、じゃあちょっとこれを職業にしたいなということで思い切って飛び込んでみたんですが、これは大変な誤りでしたね。ものすごい食べていくのが大変なわけなんですけれども、今なんとかという形ですね。そんな具合に、たまたまの出会いがあり、うちの師匠の存在を知ってというのが大きいですね。すごい、初めお話が苦手だったから演劇部に入られた。そうです。そうなんですね。それはなんか意外です。未だに苦手です。だから気持ちとしては。はい。今のこのレクチャーの後でみんな信じないと思いますけど。なるほど。でもそんなね、ご親戚のご縁もあったりしてというのは、すごいですね。少し調べてみたら、どうもね、弁士ではなくて、その演奏者、楽師の方ではだったんじゃないかなと今思ってます。ちゃんと調べられてないんですけども。なるほど。でも例えば弁士に興味を持ってやってみたいといった場合には、やっぱりそういうお師匠さんというんですかね、弟子入りするというのが多いんでしょうか？これはたまたま僕がその弟子入りという、なんでしょう、スタイルにちょっと憧れていたというところもありまして、というのが、我々活動写真弁士には、例えばその弁士協会みたいな共同団体がないんですね。ですので、ということは、プロの基準がないわけです。私は弁士ですよって言ったら、その人は今日から弁士なんですよ。そのぐらい弁士になることは難しくないですけども、僕はこの活動写真弁士を自分の仕事にするにあたって、誰かのというか自分の好きな先輩の弟子になりたかったということが大きいですね。ありがとうございます。ちょっとご質問が来ているので、ご紹介します。字幕翻訳者の方からのご質問です。間違った訳をすると、今多くの人がその間違いを指摘するので、跳訳、意訳といったことはできないのですが、昔は洋画などの弁士をする人は、欧米の文化を知らないで想像で語れる伸びやかな自由があったのではないかと、ちょっと羨ましいです。どう思われますかとご質問です。もうこれは本当におっしゃる通りで、ほとんどの弁士は英語を読むことができなかったので、そもそも登場人物の名前を変えてしまった弁士がいるというんですね。例えばアメリカ映画の男性の主人公は、全員ジャックにしちゃう。ヒロインの名前を全員メリーにしちゃう。で、悪役は全員ロバートにして語ってしまうというような、弁士がいたというような笑い話も残っていますけれども、その他にも結局、当時のお客さんは弁士がその作品をどう語るかという解釈も含めて楽しんでいたので、そういった意味ではかなり自由に語る余地があったというふうに言われていますが、一方で例えばその東京の非常に学生さんが多い学生街なんかの映画館では、弁士は英語を話せない、読めないのに学生は英語を勉強していて、もう堪能なんですね。そうすると学生は英語を勉強するために映画館に行くという人もいたらしいんです。その字幕が出てくるのを瞬時に自分が理解できるかということを勉強のために映画館にすると、弁士が明らかに間違った役を喋っているっていうんで、学生は当時の日本人って非常にちょっと気が強い人が今より多いですから、弁士間違ってるぞって言ってヤジを飛ばすなんていうようなこともあったというふうに言われていますね。その辺は案外今と同じかもしれません。
英語に詳しい人が翻訳者の間違いを嬉しそうにこう批判するっていうことは昔もあったようです。そうなんですね。ありがとうございます。面白いエピソードですね。もう一つ質問が、じゃあ次に参ります。はい、宗教的芸能の話題として、日本で言えば、絵解きはもちろん切断説教など語り部独特の節回しに私は魅力を感じます。新旧弁士さんの語り口を聞いていると、こうした芸能特有のものを感じるのですが、こうした部分にもアジアの芸能としての影響を感じますかというご質問です。ちょっと今日のレクチャーの中では触れられなかったんですが、アジアの話芸の一つの特徴として、いわゆる歌い上司という、ちょっと訳しづらいかもしれません。すいません。歌い上司という、喋るのではなくて、歌うような音楽的に語っていくというものが特徴としてあります。これは意味がわからなくても、その音が気持ちいいから客はだんだんと幻惑をされてしまうというものですね。これは完全にアジアから日本に入ってきたものと考えて間違いないと思います。で、こういった歌い上司がもちろん弁士にも残っておりますし、他の話芸にも様々断片的ではありますが残っていますので、そういった意味では様々な話芸が宗教的なものと同時に音律、語りの音が心地よいか、それは言ってしまえば催眠の要素でもあるんですが、そういったところで話芸が成立しているということは言えると思います。ありがとうございます。もう一つですね、はい、片岡さんの、個人的な好みとして、舞台を拝見されたり、音源で感銘を受けた弁士さん、あるいはそういった映画についてお伺いしたいということですね。はい、好きな弁士ですね。はい、好きな弁士や、映画、あと、落語やその他演芸でもはい。まずはうちの師匠の里緑あげとかないといけないなというか、いや、本当に好きですよ。師匠ですから好きですけども、やっぱ沢戸は非常にもちろん尊敬していますし、昔の弁士の録音というのがそんなに、たくさん残っているわけではないので、断片的にそのレコードで聞くだけですが、その中で僕が非常に好きな弁士が2人いまして、1人が生駒来遊という弁士ですね。この人はアメリカ映画の弁士、主にアメリカ映画を専門にしていた弁士なんですが、まさに語りが非常に音楽的なゆったりとした語り口で、あんまり演技をしないんですね。女の子の声をやっていても、ほとんどその男性の声そのまんまでやる。けども、前編にわたって語りが非常に音楽的で聴いていて心地がいい。もう一人が国志向というページです。この人はもう東京の生まれで非常に語り口が鋭いと言いますか、端正と言いますか、畳みかけっていうんですけども、スピーディーで聞いていて、うまいなってはっきり思う弁士です。こんなにうまい語り手っているのかしらというような、そういった見事な語りというか、喋る技術としては、国志向という人が好きですね。で、好きな映画っていうのはね、もう我々も映画の仕事してますからよく聞かれて、実は今日別の仕事でも聞かれたんですけども、溝口健二監督、無声が好きな方、日本映画好きな方でしたらご存知と思いますが、溝口健二監督の残菊物語という作品がございます。これが僕の最も好きな映画ではないかなと思います。2時間半ぐらいあるかなり長い映画なんですが、長い映画を見てる最中、確かにちょっと長いなと思うんですけども、ラストシーンのカタルシスがそれを全て持っていってしまう、洗い流してしまう、もう後にはゾクゾクっとする感動しか残らないという本当に、名作ですね。もう一つ僕ドキュメンタリー映画が結構好きで、日本の公開題が、ドストエフスキーと愛に生きるっていうあんまり良くない放題で、現代はドイツ語なんですけども、現代のドイツ語を日本語に直訳すると、5頭の象、エレファントですね、5頭の象と生きる女っていうタイトルなんですね。このドキュメンタリーは、ウクライナから、
ドイツに亡命をした女性が、ドストエフスキーの代表的な5つの作品をロシア語からドイツ語に直接翻訳をされた方のドキュメンタリーで、もう、ドキュメンタリーを撮った頃に本当にご高齢なんですけども、その、女性がものすごく魅力的な知的な方で、しかも翻訳をそのご高齢になってもしていながら、同時にちゃんと主婦といいますか家庭のこともやっている、そのどちらもおろそかにしない人間性の豊かさみたいなところも含めて、もうその映画を見ると、その女性の方がとても好きになってしまう、もう知的な素晴らしい女性で、そのドキュメンタリー大好きな作品ですね。ありがとうございます。何か落語とかその他はい演劇とかはありますか？落語はこれ翻訳しづらいんじゃないかと思って下げたんですけそうですね。ども、じゃあ名前だけ挙げます。僕は、立川談志という落語家さんがもう大好きで、高校時代は、月に1回その立川談志師匠の独演会というその談志師匠しか出ない会があるんですけども、この立川談志師匠の独演会に行くことだけを楽しみに生きてたというぐらい、はい、好きでした。高校生の時に。高校生の時に。すごいですね。あと何日生きれば男子師匠が聞けるという、もうそこで生きてましたね。はい、すごいですね。さすが受験勉強しながら聞くぐらいという。はい、ありがとうございます。もう一つじゃあご質問で、サイレント映画の時代に弁士さんというのは特定の一つのその劇場に映画館に属していたんでしょうか。あるいは彼らが行きたいところこう次々といろいろなところでパフォーマンスをしていたんでしょうかというご質問です。基本的には弁士は映画館に雇われている存在でした。社員に近いと思っていただいて結構です。ですので、実は一つの映画館に所属している間は、給料が上がらなかったんですね。どうやって上がるかというと、他の映画館からうちの映画館に来てよと誘いを受けるときに、今の映画館よりも高いギャラを出すというので、他の映画館に移動する際に給料が上がるというのがほとんどだったわけですね。ですので、人気のある弁士はいくつかの映画館を行ったり来たりしながら給料を上げていって、中には当時の総理大臣よりも収入があるという弁士もいたぐらいです。さっき僕の好きな弁士として名前を挙げた生駒来雄というのもまさにそういったトップの弁士だったわけです。ただし、その他に映画館のない地域というのがありますね、田舎とか。そういったところに映画を見せる巡業隊という、映写機やフィルムを抱えて旅をするグループがいました。こういった弁士は自分の好きなところというよりも、商売になりそうな街を回っていって映画を上映し、収入を得ていたわけですね。なるほど。ありがとうございます。あれですよね、映画館から映画館に行って、本当に転職っていう感じで多分、そうですね。書かれるのかなと思うんですけれども、本当に弁士さんを目指して見に行くお客さんがいたという時代だと思うんですが、すごいですよね、なんでしょう、多分同じ映画でも誰がやるかによって全く違う多分体験になるんだろうなというのをすごく想像もつきますし、ある意味すごく贅沢な時代かもしれませんよね、鑑賞体験としては。ありがとうございます。その他ご質問が大丈夫でしょうか。ちょっと当時のことがどういう感じなのかわからないんですけれども、弁士さんっていうのは地方地方に、その関西の方の発祥があり、関東の発祥がありで、やっぱり解説というのはその土地土地の方言といいますか、そういった何でしょう、違いというのはあったんでしょうか。弁士はその映画館に属しているということは、今言いましたけども、ということは、それは言い方を変えると土地に属しているということになるわけですね。ですので、やはり例えば東京でものすごく有名な弁士が、地方に行くとすごい弁士が来たと、キャピタルの弁士が来たということで人気が出るんですが、
ほとんどの場合はやっぱり地元の言葉を使えるような弁士というのが人気があったようで、そうすると、当たり前ですけど、チャップリンが大阪の言葉で話すとか、沖縄の言葉で話すとか、そういったことが起きるわけですね。なんかその差も面白そうですよね。また違う人になってしまったみたいな感じがしそうです。ありがとうございます。片岡さんご自身は全国もそうですし、海外でも講演なさると思うんですけれども、その時に同じ作品だけれども場所によってちょっと変えるとか、そういったことはありますか？そうですね。まず、やっぱお客さんの反応によって変わっていくというところも結構ありまして、言葉が少なくて映画が楽しめるのであれば、言葉が少ない方がいいと思ってます。つまりお客さんが映画からいろんなものを感じ取れるのであれば、言葉っていうのは非常に具体的な表現なので、僕が言葉を発した瞬間にお客さんはその解釈にとらわれてしまうわけですよね。であれば、お客さんが楽しめるのであれば言葉は少ない方がいい。けれど、やっぱりこれはリテラシーの問題になってくるんですけども、お客さんが無声映画を見慣れていなければ、僕が言葉でガイドをしてあげないと楽しめなくなってしまう。せっかくいい映画を見ていても楽しめないのはもったいないですから、じゃあ今ここを見ると、この映画は面白いよっていうようなことをガイドする役割ということがあると思っているので、そういったお客さんの気配をなんとなく感じながら言葉を足したり引いたりっていうことはありますね。あとは、海外でやるときは、その演じ分けですね、男性と女性の違いですとか、そういったものをちょっと強調してやる方が伝わりやすいのかなというふうに多少は思ってやっているところもあります。ありがとうございます。なかなかやっぱり本当ライブっていう感じですよね、そこは。はい、ありがとうございます。もう一つご質問が来ております。他の国のサイレント、海外のサイレント映画を、ごめんなさい、海外のサイレント映画の、訳してそれを解説するときに、その言語的なバリアというのは感じられたりしますでしょうかというご質問ですね。そうですね。僕自身が例えば字幕を、もちろん自分がやるときに多少頑張って訳すことはありますけども、そんなに堪能ではないので、基本的にはやっぱきちんと訳せる方の訳を信用するっていうことにはなるんですけども、どうしてもその言語的なバリアというよりは、その文化の違いによって伝わりづらいものがあるっていうことのなんか距離感といいますか難しさを感じることの方が多いですね。その国にとっては当たり前であるがゆえにほとんど解説されないで描写されているものが僕らには何をやってるのか全くわからないという時には、やはり僕らは言葉で多少弁士は言葉で補わなければいけないんだけども、そもそも弁士が映画で何をやってるのかわからないということで一生懸命調べたりということはあります。例えば、中国映画をやった時に漢字で臭い豆腐って書く臭豆腐っていう食べ物があるんですけども、これ中国人でも臭いと思って食べる食べ物らしいんですが、僕はその臭豆腐を食べているシーンが最初何を食べているのか全く分からなかったんですね。でもこれはなんか物語にちょっと関わってくるシーンなので無視はできなかったので頑張って臭豆腐という臭い豆腐という食べ物が中国にはあるんだということを知ったりとか、一方で、小津安二郎監督の、出来心、英語のタイトルは Passing Fancy ですねというタイトルの作品があるんですが、これで女性が男性に自分の恋心を打ち明けて振られてしまうシーンがあるんです。それをアメリカでやった時には、振られた女性が床に突っ伏して泣くんですよ。床にこう伏して泣くシーンがあって、日本は家の中で靴を脱ぐ文化なので、泣く時に床にこう顔をつけてしまうのもそんなに違和感ないじゃないですか。でもアメリカ人にとって床に顔をつけて泣くっていうのは異常事態のようで、
ものすごい笑うんですよね。こういうやはり言語というよりも、その文化から出る違いで、そこが言語に来た時には難しいなっていうことはありますね。ジョークが難しいです。字幕で、特にコメディは字幕でもジョーク入れるんですけど、全くわからないです。何が面白いのか、そういうこともあります。まさしくそこは文化的な違いということですね、きっと。ありがとうございます。そろそろ時間が近づいてまいりましたけれども、皆様ご質問などはもう大丈夫でしょうか。はい、大丈夫そうですね。はい。本当になんか貴重なお話をありがとうございました。何かこう、アジアの中のその語りの文化から、こう日本の弁士という文化が作り上げられているというか、関わってきている様が本当に今回のコレクティブアジアの港も共有できて、とても嬉しいなと思っております。片岡さんから何か最後に一言いただけますでしょうか、皆さんに。はい、一言と申しますか、ちょっとお話の途中でも触れましたけど、ベトナムとかラオスにもそういった語り部がいたとかですね、僕が、知らないアジアのその無声映画に語りをつける、あるいは冬季以降にも翻訳者として生で語りをつける文化というのは探せばまだまだあると思っています。そういったことについてご存知の方はですね、ぜひぜひ、僕が教えていただきたいと思っておりますし、あとは何よりも、今回こういったオンラインという形でもちろん、いろんな国が同時につながれているわけですが、一方でやはり皆さんの前で生でやりたいと、パフォーマンスをやりたいという思いももちろん強く持っておりますので、ゆくゆく皆さんの国にお邪魔するような形、あるいは皆さんが日本にいらしていただくという形で、何かできればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。実際今回のスタッフのタイのスタッフからも、そのタイの映画館が作ったのが日本人だったとは知らなかったという意見が私たちも本当にみんないろいろと驚かされたり、あるいはそこから各国の皆さんがこういうことはつながっているのかもしれないとか、きっとお気づきになることもあるのかなと思います。皆さんはぜひ何かあったらコレクティブアジアまでお寄せいただけたら登壇者の片岡さんはじめみんなで共有させていただきたいなと思います。本日は本当にありがとうございました。コレクティブアジアはですね、今回がいよいよ本当に最後のレクチャー終了という感じなんですけれども、今チャットの方にアンケートをリンクを貼っておりますので、皆様ぜひそれぞれの言語をご自身の言語で結構でございますので、アンケートをお寄せいただけたら嬉しいです。ご感想やこんなこともありますよといったような情報でもぜひお送りいただけたら嬉しいです。またインスタグラムでコレクティブアジアにメンションして投稿していただいてもこちらの方で感想を拾えますのでどうぞそちらもご検討ください。またこれまでのコレクティブアジアのトークイベントはですね、今後オンラインでも公開をいたしますので、もしもう一度聞きたいとか、あるいは見逃してしまったということがございましたら、そちらもぜひ見ていただけたらと思います。今回コレクティブアジアとしてはこのシリーズは一旦これで終了なんですけれどもまた何かいずれこの3カ国のつながりの中であるいはもっと広いつながりの中で何かをこう広げていけたらなと映画を通じて皆さんとまた共有する場を持てたらなと思っております。本当に皆様ありがとうございました。そして片岡さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。